それでその大学時代に流体力学に非常に興味を持って物理学を極めていたということなんですけど、その後どういった流れでっていうのもあれですけど血流解析に思いが至ることになったんですか？そうですね。それは非常によく今でも鮮明に覚えてることだったんですけれども、学生時代はそんな風だったんで、そもそも自分は医者になるんだろうかとか、医者になってどうするんだろうかとか、もうそういうことすら考えずに突き進んだ。その離散に多いですよね、そういう人ね。そうでもないんですけど、そうですか？医師国家試験の合格率とかを見ると、結構医者にならないやついますよね。それはもう本当に奇人変人扱いされてるごくごくわずかの人で一人、そのうちの一人ですそうだよ。ったと多分同級生は思ってるでしょうけど、多くの人らはもうちょっと打算的に生きてるので、ただそんな僕が大学5年生の時ですけれども、心臓外科の、ポリクリの実習で、各科順番に回っていったと。で最初は心臓外科なんか全く何にの興味もなかったんですけど、その時に担当した患者さんが4歳で確か10回目の手術で、フォンタン手術に至ったお子さんの、女の子の患者さんでした。でそれがものすごく衝撃で、単身失症と心臓が1個しかないと、右心室左心室なくて1個しかない、1個しかないからなんとか回路を組み替えるようにして、1個の心臓でやっていけるように人工血管を使ってフォンタンという手術をするんですけれども、何が衝撃だったかと申しますと、そもそもなんでそんな手術が成り立ってそれでこの子は生きていけるんだろうと、それからもし人工血管を使うならどれくらいの大きさにしたらいいのかとか、どういうふうな場所にどう吻合すればいいのかとか、これがおそらく自動車のエンジン設計でも建築業界でももっと緻密に設計してもっと緻密に計算してやるだろうと思うようなことをその場で適当に見えたわけですよね。適当じゃなかったかもしれないんですけれども、その場で、経験的にはそうですね、一応経験則に基づいてこれでいけるからとか言うわけですよね。で大人になっても大丈夫だからとか言うんですけど、その当時からしてみると、そのフォンタン手術が発明されてからまだ30年経つか経たないかぐらいの時代だったんで、そんなに歴史もないのに大人になって大丈夫なんて言っていいのかと、でも非常にモヤモヤした気持ちがあって、この手術は絶対に流体力学できちっと設計できるはずだと、大学5年生の時に強く思いました。すごいですね。23歳ぐらい、21歳か2歳22歳ぐらいですかね。でそこからそれまで、外科医になるかどうかもわからなかったし、心臓にもう興味も別にない学生だったんですけど、どうしても心臓外科に行って、このフォンタンの手術を、きちっと設計して、きちっとやり直しなく患者さんが生きられるようにしてやるんだという強い思いがあって、心臓外科医を志したというきっかけです。なるほどね。もう何のコメントもないですね、それは。